いこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は、キネラセレスト、パンダモン 2.0 プレイナードライバーモデルです。あの怖い顔がフェイスプレートのやつか。パンダモンは古代中国の伝説に出てくる鉄を食べる怪物から取ったモデル名ね。2.0 のデザインは、より丸みを帯びて落ち着いた感じね。セレスト、ブルータスビーストと似た系統かな。そうね。パンダモン 2.0、ちょっと長いからパンダ2で進めようか。パンダモン 1.0 はパンダ1ね。で、パンダ2はどんなモデルなの？セレストでは 10mm の SPD でフルレンジをカバーした最初のモデル、パンダ1。パンダ2はそのモディファイモデルという認識でいいと思うよ。発売当時、8000円切るぐらいのパンダ1はプレイナードライバー搭載モデルとしては破格だった。パンダ2もこの動画をアップした時点では8000円台で買えるね。2万クラスのプレイナーモデルに比べるとちょっとパンチが足りない感はあったけど、プレイナーの低価格モデルとしてはインパクトあったわ。そういえばそうだったね。パッケージ内容はご覧の通り、パンダ1と大体同じかな。バンドルケーブルがパンダ1よりちょっと良くなったみたい。ブルータスビーストのバンドル品と同じだと思う。外観はどう？半透明の樹脂ボディシェルを採用し、アーティストによる手書きのフェイスプレートに刷新されたパンダ2は、パンダ1とは別物ね。大きさ自体はほぼ同じだけど、パンダ2は少しぽっちゃり気味ね。片側 2.8g はパンダ1よりさらに軽め。小ぶりで装着感もバッチリ。ドライバーはセレストの特徴 10mm SPD。これ1機でフルレンジをカバーしてる。聞き比べてみてパンダ1よりさらに鳴らしやすくなっているのが分かったよ。同じ音量ならパンダ2の方が音が大きいってことね。そう。じゃあパンダ2の波形を見てみよう。低域はあまり強調していないようですが、そこから中域への減衰がとても少ないですね。そして2キロ付近と7キロ付近のピークが同じぐらいで、ここは目立つポイントになっています。バンドルイヤーチップの比較はこれね。5キロ以上の減衰が少ないボーカルイヤーチップの方が明るさが強調されてる。セレスト221っていうのね。マイイヤーチップの比較はこれ。いろいろ装着してみて、個人的にはエアープレッシャーバランスが特徴のタンジジム TAP ビートレベルがいいかなと思ったよ。ただ、音収録にはバンドルイヤーチップのバランスタイプに近いリバイナスベルベットを使用。ベルベットはステム系が細くても太くても対応幅が広いんで重宝してる。他モデルとの比較はまずパンダ1だと思いますが、パンダ1とパンダ2の特性ってかなり似てたんですね。そう。収録音を聞き比べて似ているということを把握してもらえれば OK。そしてもう一つはこれ。ブルータスビーストの登場ね。SPD プラス DA プラスボーンコンダクションドライバーの贅沢なドライバー構成で12000円ぐらいのモデル。音収録使用ケーブルはパンダ2のバンドルケーブルで 4.4mm バランス接続。音調整の基準はパンダ2ね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。ブルータスビーストの低域が結構印象に残りました。実機でも印象は同じで骨伝導ドライバーの効果も大きそうですね。確かにね。低域は 50Hz 以下あたりの差分とこのあたりの減衰の仕方の違いだろうね。ここはある程度落とした方が低域が聞こえやすくなるから。セレストの中のワンランク上のモデルになるからドライバー構成を含め比較すると不利なのは仕方ないよね。それはそうね。パンダ1とパンダ2の違いは収録音だとあまり変わらないように思いました。実機では愛にはパンダ1の方がすっきりした印象で広域もパンダ1の方が聞きやすい感じでした。私もそう感じたよ。チューニングコンセプトが音のパワーを中広域に傾けることで広域がスピーディーで伸びが優れている。曲のディテールが細かく ACG など様々な複雑な音楽にも対応しやすくなっているってことだね。ところで ACG ってなんだ？ ACG は中国のサブカルチャーの文脈においてアニメ、A、漫画コミック、C、ゲーム、G の総称として用いられる言葉のようですよ。あ、そういうことか。アサヒガラスのことかと思っちゃったよ。ミミィちゃん、アサヒガラスは AGC よ。こっちは ACG。あ、そこも違ってたか。ごめん。なんだっけ？パンダ1の方がすっきりして聞きやすかったんだよね。波形は似てるけど聞いた感じは違う。エアフローの違いかな。パンダ1はフェイスプレート側と内側のここの2箇所。パンダ2はサイドに1箇所。フェイスプレート側にはない。なのでより音が抜けやすいパンダ1の方が開放感はある感じ。パンダ2は2キロあたりの出音が目立って濃密な感じするよね。音数が多いビート中心の曲だとパンダ1に比べちょっと不利かも。パンダつながりで思い出したのがリンハイファイ D1MAX。これもプレイナードライバーモデルなのか。通称ビッグパンダっていうのね。そう、これも濃密な感じがした記憶があって、その時 EQ で少しこの辺りを落とすと低域が聞きやすく全体的にすっきりした印象になったんだわ。パンダ2にもそれを当てはめてみると、おお、確かに低域を盛らないのに低域が聞こえやすくなるね。音数が少ないゆったりした曲だと濃密な感じが合いそう。いろいろ聞いてみて個人的にはジャズ系とかミディアム、スローな曲に合うんじゃないかなと思ったよ。低域はほどほど、広域も KZ のプレイナーモデルのような鋭さはなく、ややウォーム。ボーカルは目立つね。シンバル系はきつくない。じゃあパンダ2はどんな人向きなのかな。あ、でもまず向かない人からお願い。そうだね、あくまで個人的な意見だけど、低域がドンと来なきゃダメな人、ドンシャリが好きな人、ビート中心で音数の多い曲を聴くことが多い人、感触系が好みでとにかく広域が抜けなきゃダメな人。じゃあ今度は向いている人をお願いします。パンダ1に興味あったけどフェイスプレートのデザインが苦手で躊躇していた人、フラットに近い特性が好きな人、感触系で広域が鋭いのが苦手な人、音数があまり多くないジャンルを好んで聴く人といった感じかな。あとは視聴者さんの判断にお任せね。そうだね。ということでセレストの SPD スクエアプレイナードライバーモデルパンダモン 2.0 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。